どうもべんこです。今回は提供品をいただきましたので、ちょっと取り付けて試してみたいと思います。ご提供いただいた商品は XTU ミラー型ドライブレコーダーです。価格、性能的にもコスパが良さそうなので楽しみです。ちなみに今回取り付ける車種は日産エクストレイル T32 になります。友達の車です。毎回エブリィだと飽きますからね。それでは中身を拝見していきます。梱包はきちんとされていますね。これが 10.88 インチのサイズ感です。なんで 10.88 インチなんでしょうね。中途半端な数字です。これがカメラ部分。スライド、角度調整が可能で手で動かすことができます。レンズにはソニーの部品が使用されています。暗視機能で夜間も鮮明に映してくれるみたいです。上部には電源、リアカメラ等の差し込み口がまとまっています。あとこれには初めからマイクロ SD カードが同梱されています。32GB にはなりますが、なかなかありがたいですね。あと気になる価格ですが、Amazon で1999円になります。これが安いかお買い得かは動画の最後で。他も見てみましょう。これは電源ケーブルです。これでシガーソケットから電源を取ります。あとリアカメラとそのケーブル。取り付け金具もついています。ケーブルにはバック連動線がついています。この赤色をバック信号につなげたら、シフトを R に入れたとき、勝手に画面が後ろの映像に切り替わってくれます。バックカメラとして使いたい場合は便利です。あと案外ついてない機種が多いのですが、この商品には GPS がついています。これをつければ速度、方位、緯度が録画した動画に記載されます。あとはモニターの留め具のゴム、モニターの汚れ取りクロス、日本語の説明書が付属されています。サポートカードも入っています。購入日から1年保証です。あと無料ギフト応募用紙も入ってました。必要な情報を入力すると無料のギフトが選べるみたいです。これは嬉しい。付属品はこんなところですね。それじゃあ取り付けていきます。取り付けはダイジェストで、電源はヒューズ電源で増設している電源ソケットから取ります。すでに以前から取り付けていたものです。ピラーに配線を通してルームミラー部分まで持っていきます。 GPS はダッシュボードに貼り付けます。本体が固定できたら配線をつないで
バックカメラの配線をリアまで通していきます。付属の金具だけでは固定が難しかったので、ステーを追加して両面テープで固定しました。簡単ですが、取り付けはこれで完了です。主な機能を紹介します。まず G センサー機能です。運転中は当たり前ですが、エンジンを切った停車時でも衝撃・揺れを感知すると自動で録画を開始します。これが実際の映像です。ドアの振動で作動していました。1分間作動するようです。ファイルも別フォルダになるので探しやすかったです。あと最初にも言いましたが、このドライブレコーダーは GPS 付きです。事故の際に証拠が残るので助かる場面もある機能となります。ただし速度の出しすぎは逆効果なのでご注意を。LED 信号機にも対応しています。東日本、西日本で電源周波数の設定が可能です。珍しくはない機能ですが、この機能が実は一番大事だったりします。その他にも豊富な機能、性能があります。価格からしたら十分な機能、性能だと思います。ただ、これといった特徴がないのが少し残念ですね。設定も豊富です。項目が多いので一覧でご覧ください。なかなかの設定内容ですね。メイン画面を説明します。この下の部分のアイコンですが、左からメニュー、録画ファイル、録画ボタン、写真、カメラ切り替え、ロックです。録画ファイルは視聴、削除が可能です。また、消したくない動画にロックをかけることも可能になっています。録画ボタンは録画のオン・オフができます。ちなみに設定に入るには録画がオフになってないと入ることができない仕様となっています。走行中の設定を防ぐためですかね。写真は押すことで文字通り写真を撮ることができます。1回押せばフロントリア同時に撮影できます。カメラ切り替えは押すことでフロント映像、フロント&リア映像、リア映像の順番で切り替わります。ロックは録画中に押すことで映像の上書きを防ぐことができます。上書きされたくない映像があればこれを押すと良いでしょう。明るさの調整も可能で、上の部分をスライドさせれば自分好みの明るさにできます。0にすると完全に消えます。縦にスライドでカメラの角度が調整できます。リアも同じで調整可能です。まだ細かいところはいろいろありますが、重要な機能、性能はこんなところですね。ドライブレコーダー映像を見てみましょう。左下に日時、緯度、速度が表示されます。
ちょっと露出補正が必要そうですが、スペックを考えればこんなところでしょうね。これがリアカメラです。このエクストレイルのフィルムは結構濃いので、やっぱり色がついてしまっていますね。純正のプライバシーガラスだともう少しは明るくなると思います。フロントとリアの比較です。画質的にはそこまで変わらないと思います。ただフロントが西日で眩しいです。やっぱり露出の設定がいりますね。夜の映像です。明るく見えますが、実際は結構暗いです。ソニーのカメラが効いてますね。ただ露出がやっぱり明るすぎる感じがします。前のブレーキランプ、ウインカーでさえ眩しくてナンバーが見えにくくなっています。ちょっとこの後、設定を変えてもう一回撮ってみます。設定変更後です。明らかにランプ類の眩しさがなくなりました。これならナンバーの確認が可能ですね。比べてみると違いがわかります。変更後の方が眩しくなく、見えやすく感じます。調整をうまく使えば問題なさそうです。これが夜のリア映像です。見えにくいですね。ただしこれはカメラの問題ではなく、フィルムの濃さの問題だと思います。以前紹介したドライブレコーダーでも同じような映像になると思います。フィルムがなければ問題なく映っていると思いますよ。フィルムを貼っている人の参考になればいいのですが。この商品を使ってみての感想ですが、コスパは良い感じがします。この性能、モニターの大きさ、GPS 付きで、この価格は最安クラスの商品だと思います。さらにギフト、マイクロ SD もついてますからね。ただ、少し残念な点もあります。それは、これといった特徴がないところですね。最近で言えば 4K 録画、車内カメラ、全方位360度カメラだったりがありますからね。まあその点は価格を考えれば仕方ないと思います。少しお金を出せば 2.5K のモデルもあるので、高画質にしたい方はこのモデルでも良いかもしれません。まあでも特徴はないと言っても必要な機能が全て揃っているモデルなので、ミラー型のドライブレコーダーをコスパよく買いたい方にはおすすめなんじゃないでしょうか。あと初めてドライブレコーダーを買う方にもおすすめできる商品だと思います。今回紹介したドライブレコーダーは概要欄に記載しておきますので、よろしければそちらからご覧ください。コスパいいですよ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。